皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、戦争は多くの国々の人々にとって実は無関心な出来事であるといった話についてしようと思います。というこの話について解説を行うのは後半に回すとして、まず現状のウクライナ情勢についてのお話をしておきましょう。前回の動画などにおいて私はだんだんとウクライナ軍の攻勢によってロシア軍の武器弾薬庫が破壊され、それに伴って状況は変わってきていますよというお話をしました。しかしここには一つ注釈があって、ウクライナ軍に提供されたハイマースによるロケット攻撃というのは射程距離が80キロ程度なので、ロシア軍もどんどんと武器弾薬庫を後ろに下げざるを得ないだろうという解説を行いました。ところが、ここ数日私は動画を作っていなかったのですが、この数日の間もロシア軍の武器弾薬庫は次々と毎日のように爆破されるということが続いています。つまりロシア軍の方には全く学習能力が働いておらず、ウクライナ軍の攻撃範囲内に今もなお武器弾薬庫を設置し続け、そこに武器弾薬を運び込んでウクライナ軍の攻撃を待っているような状況になっています。私は別に軍事的な専門家ではありませんが、このようなバカなことを続けるロシア軍の司令官というのは相当に無能だなというふうにしか思えません。なお私がそのように思ったのと、プーチン大統領も同じように思ったのか、ロシア軍の東部戦線においては司令官が交代させられるといった人事などが発表されています。それはそれとして、ここ最近の戦況の変化について影響を与える出来事を少し映像から見ていきましょう。まずはウクライナ軍の戦力強化です。アメリカから提供されているハイマースが多大な効果を上げているという話をしました。私としては数さえもっと増えれば戦況を大きく変えてくれるゲームチェンジャーになるのだけれどという具合にして少し残念がって話をしているわけですが、今回提供される MLRS というのは同じく多連装ロケットシステムで、今回はイギリスから提供されたものです。今回も提供数はあくまでも1桁台ではあるものの、ハイマースよりも一度に発射されるロケットの数が多いということもあって、より一層破壊力は増している兵器です。すでに先着しているハイマースともども提供されるロケットの射程距離は80キロ程度。前線の後方にある武器弾薬庫や兵士の集結地、前線司令部などといったものをこれからも攻撃することができるでしょう。そしてここ最近の武器弾薬庫で一番派手に爆発しているシーンというのがこちらです。基本的にウクライナ軍の攻撃というのは前線から離れた後方の武器弾薬庫を襲っているものですから、ドローン等で観察することができるわけではありません。ですから現地にいる人が撮影することによってしか戦果を確認できないといったことになっています。そのようなことができるほどの大規模な武器弾薬庫の爆発だと言えるでしょう。じゃあロシア軍が全く何もしていないかといえばそういったわけではありません。ロシア側もウクライナ側に対しての攻撃を繰り返しています。ただしそれは武器弾薬庫を狙うようなものではなくて、どちらかというと都市部を中心として無差別攻撃というのが特徴となっています。町に対する攻撃ですから当然のように多くの住民が巻き込まれることとなります。しかしそのようなことに関して言えばロシア軍は気にしている様子がありません。むしろ一般市民を殺害することによってウクライナ側の国民の戦いへの士気を下げることが目的化しているのではないかと指摘されています。もう一つロシア軍が進めている攻撃というのは農業に対する攻撃です。ウクライナは穀物の大量生産し、そして輸出している農業国家としての一面があります。しかし戦火にさらされることによって多くの畑が焼き払われています。この映像はドンバス地方においてロシア軍が焼夷弾を用いてウクライナ側の畑を焼いている姿です。そのためいつ攻撃されるかわからないんだけれども、しかし小麦が全部焼けてしまえば当然のように作付けしてその後の収入を期待している農家にとっては大打撃ですから、命の危険も顧みずに消火に明け暮れるといったことになっています。ウクライナ軍による武器弾薬庫への攻撃といったものが成果を上げ始めています。そのことについてはロシア側からウクライナ側への砲撃・攻撃といったものがどれだけ減っているかといったことから証明することができます。これはアメリカの戦争研究所が NASA から資料を受けてウクライナでどの地点において大きな火災が起こっているか、そのポイントを表したものです。全体で色付けられている地域がロシア側の占領地域で、そして赤い丸というのが大きな火災が起こっているところです。基本的にはこの赤い丸というのが砲撃やミサイルを受けて火事が起こっているところだと思ってください。ウクライナ軍の武器弾薬庫への攻撃が本格化する前においてはこの赤い丸というのが
前線において非常にたくさんあることがわかります。しかし、武器弾薬庫が次々と爆発した後においては、このような大規模な火災というものは一気に減っています。このようなことからも、ロシア軍が武器弾薬の補給に苦しみ、そして攻撃による火災などが大きく減少したということが明らかになっています。このように遠距離攻撃が大きな成果を上げていることから、次の武器供与といったものが話題になっています。それはウクライナの国防大臣がアメリカのオースティン長官との話し合いにおいて、これからもっといいニュースがみんなに発表できるかもしれないとツイッターで発表したことです。現在のところこの良いニュースというのが、ウクライナに提供されているロケットその種類が変わり、射程がもっと長いものが供給されるのではないかといった話になっています。こちらの地図はもっと射程の長い地対地ミサイルだとどのくらいの範囲が攻撃できるかを示している地図です。色付けしている部分というのが射程130キロの弾を供給された場合において攻撃が可能となる場所です。そしてここで大きく注目されるのが、射程130キロあるミサイルであれば前線をある程度押し上げることができれば攻撃可能になる大きなインフラがあります。それがクリミア半島とロシアをつないでいるクリミア大橋です。このクリミア大橋は道路橋と鉄道橋の2つがあって、どちらもクリミア半島に対して物を運ぶ、人を運ぶのに非常に大きな役に立っています。しかし逆に言えばこのクリミア大橋を攻撃し破壊することができれば物流を完全にストップさせることができます。クリミア半島とロシアを直接つないでいるクリミア大橋を使えないようにすることができれば、クリミア半島に対する補給というのは基本的には現在ロシア軍の占領しているウクライナ南部地域を使うこととなります。しかしこの地域はまさにウクライナ軍が奪還を目指して攻勢をかけている地域であり、物を運ぶには非常に危険な地帯であるとも言えます。しかもウクライナ軍がまず第一に奪還を目指しているのはウクライナ南部ヘルソン州であり、このヘルソン州を抑えればクリミア半島は陸の孤島のような非常に補給困難な場所となるのです。このような事情もあってロシア側はクリミア大橋を攻撃するようなことがあれば核兵器の使用も辞さないといった話などを流しています。これに対してウクライナのゼレンスキー大統領は、核の使用をほのめかせば何でも言うことを聞くと思ったら大間違いだといった話をして、クリミア大橋に対する攻撃といったものも準備ができ次第行うといった話などをしています。ここ最近のロシア軍に対する解説で結構外れてしまっているのが、このロシア軍が対策をするだろうという解説です。今回の話で言えば、ウクライナ軍がハイマースを使って武器弾薬庫を狙って攻撃をし続けていますよという話をしたわけで、これに伴って基本的に対策を行えば攻撃される範囲外に出てしまえばそれで話は終わりなわけです。といった具合にしてこの解説というのは基本的に私は当たるだろうと考えていたわけですが、なおもロシア軍は武器弾薬庫を攻撃される範囲に残し続けて、そして見事にそれらが撃破されるということを繰り返しています。ロシア軍の司令官の無能さというのは私の解説をはるかに上回る状況になっています。しかしそんな無能な司令官だからこそかもしれませんが、基本的にはウクライナに対する都市部住民などに対する無差別攻撃だけは徹底的に行っているというのが、こちらも非常に時代遅れの考え方で、このようなロシア軍を懲罰するためにも NATO 各国はさっさとより良い兵器の供与といったものを進めてほしいものです。といった具合にして基本的にロシア軍が私の予想をはるかに上回る学習能力のなさを露呈しているという話だったわけですが、 YouTube 上にはこうしたロシア軍をひたすらバカにし続けるチャンネルというものもあります。その中においてはミリタリーチャンネル系の動画などもあって、毎日上げる動画が毎日ロシア軍が壊滅しているよというサムネイルで動画を投稿し続けていて、さすがにこれは見ている人も飽きるだろうと思ったら、そのチャンネルの動画においてはほとんど気にせずに毎日のようにロシア軍が壊滅していることを喜んでいるといったコメントなどが溢れ返っていました。まあさすがにそれは見たい情報だけを見過ぎかなと思うわけですが、しかし物の見方というのは非常に重要なポイントとなります。例えば今回はロシア軍がいかにおかしな行動をし続けているかといった話をしたわけですが、じゃあ全体状況から言ってロシア軍によるウクライナへの本格侵攻といったものは
世界の国から見た場合において、果たして全ての国がこれに反対し、そしてロシアに対する非難の声を上げているかといえば、そういったわけではありません。日本においてはとにかく戦争する国というのは悪い国であって、世界中が敵になってしまうんだよというふうにして言われることが多いでしょう。しかし、現在ロシア軍によるウクライナ侵略で明らかになっているのは、結局のところ戦争の当事者とそれに味方する国、反対する国、様々あるわけですが、地球全体という大きな枠組みで見た場合においては、人数から言えばほとんど関心のない無関心な人たち、もしくはロシアと全く敵対していない国々の方が圧倒的に多いという現実があります。例えば国連加盟国の数から言って、ロシアによるウクライナ本格侵攻への非難声明に参加した国というのは多いのですが、じゃあそれ以外の対ロシア制裁であったり、ウクライナへの兵器供与に加わる国々というのは、基本的には一部の国に過ぎません。例えば NATO 加盟国の間では、ウクライナに対する兵器供与を進めようということで意見は合致していますが、じゃあ世界全体から言えば NATO 加盟国というのが多いのかといえば、実際のところほんの一部にしか過ぎません。世界全体で見れば、アフリカ大陸、南米大陸、そして中東、アジア各国、これらの地域の国々はほとんどはロシア制裁に加わっていないし、またウクライナに対する兵器支援なども行っていません。ですから戦争した国に対して全ての国が敵に回るなどという話というのは基本的には幻想なわけです。しかもほとんどの国にとっては自分たちが当事者ではない以上、どんどんと戦争への関心は薄れていくこととなります。なぜならば、もともと自分たちの地域においては紛争、内紛、もしくは侵略戦争など日常的に起きていて、それらが世界中からほとんど無視されていたような地域の人々にとっては、ロシア軍によるウクライナ侵攻というのはよくある光景の一部にしか過ぎないわけです。そういった意味においては、アフリカ大陸の国々にしてみれば、ヨーロッパ人同士が何か争っているな程度にしか思っていないのが現状です。また、直接の当事者ではない以上、なぜロシアに対して制裁するのか、なぜウクライナに対して支援を行うのかといった形で一切関わりを持たないようにしている国の方が圧倒的に多いのが現実です。この話というのは基本的にロシアとウクライナの話だと思っている方々も多いわけですが、私の見ている話というのは基本的には確かに出来事としてはロシアとウクライナとの間においての話なわけですが、この構造それ自体が実は日本と中国、日本とロシアといったいわゆる置き換えをした時に大きな問題になることを私たちは認識する必要があります。例えば中国による日本侵略が起きたとしても、世界のほとんどの国が別に気にしませんよということを前提にしているのか、それとも中国が日本を侵略したら世界中が味方をしてくれるなどという幻想にすがって生きるのとは全く対応、事前準備が変わってくるからです。私の話を聞いて、いやいや中国軍が日本に攻めてきたらそれは世界中の国が味方してくれるよと言っているあなたは完全に平和ボケしたお花畑思想だと言えます。なぜならば日本は別に国連の常任理事国でもなければ集団安全保障体制下における例えば NATO 加盟国ではありません。日本が結んでいる軍事同盟というのは基本的にはアメリカとの間に結ばれているものただ一つであり、それ以外の国々がたとえ日本が攻められたとしても部隊を送って味方してくれることはありえません。現在ロシア軍によるウクライナ侵攻で明らかになっているように、どこかの国がやられている、これを助けねばといった動きをしてくれるのは基本的には国際秩序を守っていこうというそうした欧米各国だけだと言えるのです。ですから私たちの身の回りではたくさんの出来事が起こっていて、それらの出来事によってウクライナに対する関心が下がるという現象は何も日本だけで起こっている現象ではなくて、世界中の国々で発生する出来事だと思ってください。そして同じようにして、もしも日本がどこかの国に攻められた時においても同じようにしてそれぞれの国で起きた出来事にそれぞれの国の国民は関心があって、日本に対する関心などどんどんと時間の経過とともに下がっていき、それに伴って支援というのもどんどんと細っていくということを私たちは知らなければなりません。ですから自分の国はしっかりと自分で国を守るんだよという基本姿勢を持つことがどれだけ大事かというのは、今まさに起こっている戦争を教訓にして私たちは体制を整えなければならないのです。つい先日行われた参議院選挙においてはそのようないわば話し合いさえしっかりとすれば大丈夫、外交していないからあんなことになったんだみたいな話をする人たちというのは、相手が結局やりたいと思えば実行できるという現実を無視しているわけです。そして
日本経済といったことを話をするにしても、結局のところ戦争が起こってしまえば経済活動なんてむちゃくちゃになってしまうということは明らかであり、だからこそ国防をまずしっかりと整えた上で、さあ内政だ経済問題だといった具合にして順番論というものが大事になるわけです。そうでなければ、喉元過ぎれば暑さを忘れるではありませんが、戦争なんてあったねという具合にして、そこから何も学ばないままに、結局何の備えもないままに、自分たちが当事者となる第二次日中戦争を迎えるようになると私は考えています。というわけで動画の後半は少し小難しい話をしました。ウクライナ情勢に関するニュースはどんどんと減っていく中ですから、ぜひとも今のうちにこのような考えなければならないことについての考察を深めていくことをお勧めします。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。